全農性闘魚気候学分野教授の佐藤です。我々の研究テーマについてご紹介したいと思います。我々の研究室では植物の機能を理解し、その応用を図ることを目的に植物細胞の全農性機能の解明と制御を研究しています。さて、植物細胞の全農性機能とは何でしょうか。まずパネルをご覧ください。このパネルに示しますように、植物の細胞は比較的簡単な化合物であるオーキシン、それからサイトカイニンを培地に含ませることによりまして、植物の組織片から根や芽、あるいは不定形のカルスと呼ばれる無限に増殖する細胞を生み出すことができます。オーキシンに対して、サイトカイニンの量が多いと芽が、オーキシンの量がサイトカイニンに対して多いと根が、そしてそのバランスが程よいとカルスというようなものに増殖します。このような性質を利用しまして、例えば通常は日本では栽培できないような熱帯の植物を日本で無限に増殖させるというようなことができます。このような性質、全農性という性質を使って我々は植物の機能を解明しようと、そしてまたその利用をしようと考えています。ではこれから培養室を少し覗いて実際にどのような培養細胞があるか見てみましょう。こちらが我々が培養している光合成だけで生育する培養細胞です。全く培地中に糖を入れなくても光合成だけで生育させることができます。例えば葉が行っている光合成をする細胞だけを培養することや、特殊な細胞だけが作り出す二次体産物を作り出すような細胞が選抜され培養することが可能となります。ではどのようにしてこのような特性を持つ細胞を確立することができるのでしょうか。こちらのパネルをご覧ください。こちらのパネルにありますように、黄連という植物は非常にその栽培に長期間を要するものですが、この黄連の植物体から培養細胞を作り出すことができます。でこの培養細胞はそのままの状態ではアルカロイドを作る細胞、あるいは作らない細胞というようにさまざまな特性を持つ細胞集会からなっていますが、これらの中からアルカロイド、この黄色い色をしている細胞だけを選び出して培養することによって、元の黄連の植物体が作り出すアルカロイド以上にアルカロイドを作り出すという細胞集会を得ることができます。で、実際にどのようにこれらの機能が制御されているかということに関しましては、実際のところ、まだ研究の段階にあるわけですが、我々はそのことを明らかにするために、このアルカロイドを作る整合性遺伝子を単理して、その解析を行うということをしています。整合性系はこのスライドに示しますように非常に複雑な反応なんですけれども、それぞれの整合性酵素を単理し、その遺伝子を単理することによってそれぞれの整合性酵素の機能と役割を調べることができるようになってきています。現在こうした遺伝子を単理することによって元の黄連あるいはそれ以外の植物の整合性系を改変する、あるいはさらにこれらの整合性系を微生物に入れて、そして微生物で本来植物が作るはずのアルカロイドを作り出すということも可能になっています。またこのような整合性遺伝子の単理同定が進むことによりまして、その整合性系を制御する転写因子の単理と解析も進んでいます。近い将来こうした二次代謝の制御機構の一端が解明でき、その知見を利用することによりまして植物の全農性機能の解明並びにさらなる有用代謝物生産系の開発が進むのと期待しています。最後に我々の研究室のモットーについてご紹介したいと思います。
植物の細胞の力で食料、健康、環境、エネルギー問題解決に新たな展望を開くです。ぜひ若い学生さんたちの参画を期待しています。非常にいい質問だと思います。動物と一概に皆さん思いがちなんですけれども、動物といって、全ての動物が文化全能性を持ってないというわけではありません。例えばプラナリアなどは比較的強い全能性を持っているということが言えます。一方高等動物である哺乳動物の場合にはその能力は非常に低く抑えられているということが言えます。でこの違いは何かと言いますと、やはり再生する必要があるかないかということにあるのではないかと思います。で植物の場合は昆虫であるとか動物に食われてしまう、あるいは物理的に障害を受けてそこから再生する必要があるというところで、強い再生能力、文化全能性を維持しているということが言えます。これも非常にいい質問だと思います。途中でも説明しましたように、培養細胞化する段階においてさまざまな特性を持つ細胞の集団が生まれてきます。でその中からそれぞれの特性を持つ細胞だけを選び出すということをしています。で実際にどのようにしてその特性が固定されているかということについてはまだ今後の研究が必要だというふうに考えています。これも非常に重要な質問だと思います。今回お示ししました黄連の細胞の場合は一つの細胞の中で全ての整合成形を行っています。でただこの場合にもですね、植物の細胞の中にはさまざまな細胞区画、オルガネラと呼ばれるような区画があるんですが、サイトゾールあるいはバキュオールといったようなものがお互いに協力して整合性をしています。このように細胞内の協力っていうこともありますし、それ以外に異なる複数の細胞が協力して整合性を行うという場合があります。ただ一般的には植物は独立栄養性を持っていて自分自身で光合成をして生育しますし、この整合性系二次代謝の整合性に関してもそれぞれの植物がそれだけで作り出すということが分かっています。